熱い。はい、切らん。うん、この上にこれ開けるから。全然入る？全然入らない。全然入る。40%ぐらいにはなったのかな。
もう少し煮詰めたいぐらい。やっほー、山城です。昨日の実質朝10時から始まって、夜12時までずっとやって、全然終わらず、で、今朝も10時ぐらいから始めて、で、完成が今10時半なので、何時間夜の間は炭止めて置いてたので、多分24時間ぐらい。で、今日、この現役くれた人ん家に行って話聞いてきたんですけど、やっぱり炭だとどうしても軽く落ちちゃったりするから、だるまストーブとか薪とかで、ダメにしてもいい鍋で煮詰めていくのがやっぱ効率いいんじゃないっていう話になって、で、もらったポリタンクがあれ、何リットル ?20 リットル缶だと思うので、あれちょっと少ないので15リットルとかを煮詰めていって、さっき計量カップで測りながらやってるんですけど、これで400ml。15リットルが 400ml になりました。で、多分、このね、粘り気と甘さの感じで 50% 切ってて、40% くらいかなと思うんですよね。ただ、かなり時間かかりました。このメープルやって思うのは、これ日本だとマジで割に合わんわっていうのが一番最初に来ますね。スーパーとかで、1000円、2000円で、この量だと2、3000円するのかなと思うんですけど、いや、絶対買うわと思いますね。ってぐらい、常に意識配ってなきゃいけないし、今回の動画だと、全然、採取の様子で上がってないんですけど、実際は木に穴を開けて、蛇口スタイルかホーススタイルで集めて、それを持ってくるところからしなきゃいけないんですよ。それがハードなわけで、一番大変なとこ抜かしてポリタンクもらって茹でるだけなんで楽なんですけど、それでもこんなに詰めるのかと思ったので、マジでコスパはやばいね。この悪さ。漆沢っていう地区の教えてくれる人とも話しましたし、他の人も話したんですけど、これ、名産品とかにしたい気持ちはありつつも、相当厳しい。本当プライベートブランドで、プライベートで友達と楽しむぐらい。いつも喋る先輩がいるんですけど、その人と、炭焼きしながらずっとお酒飲んだりバイバイして見守るだけのあれしたいよね、みたいな。そのノリですね。本当にこれただ見てて、ずっと、ってぐらい手間暇かかります。でも、これで山城の新しい称号、メープルシロップ作りが解禁されました。今頃ね、これに称号、キランって出るんじゃないかなと。いや、日本人マジでメープルシロップ作ったことあるやつおらんでしょ。多分100人に1人もいないんじゃないってぐらい、多分メープルシロップ現役から作ったことある人っていないと思うんですよ。北海道だと白川だからキシリトルとかになっちゃうのかな。で、本当にこれやるまで、この上町っていう地区の中の漆沢っていう県境なんですけど、そこで、この樹液多分昔の、話をしてて、多分昔は駅っ子とか、
その甘い汁とか、そんな全然名前とかなく、教えてくれた人の子供の時は集めて煮詰めて食べてたそうなんですけど、本当に同じ地区の同じエリア内でも、ほぼ知ってる人がいなかったので、あ、マジで板谷カエで、マジで作れるんだなっていうのが、一番でかい。ちょっともう、興奮しすぎてね、何言ってるか半分分かってないんだけど、ってぐらい、日本で、で、なおさら宮城県で、かつ自分の町で、しかもこんな近いところで、メープルシロップ作れると思ってなかったので、なんか、晴天の霹靂。うわ、冬場は俺忙しいな。ボードして、ハンティングして、このメープルもやって。うわ、人生面白い。こんなマジで、本当にこの街でできると思ってなかったので、本当にやりたかったんですよ、メープル。今感動してる。できちゃったよ。この休んでる期間にいろいろ考えることもあったので、もう遊んでいこうと。仕事ももちろんしますけど、それ以上にこの田舎でしかできないこと。うん。今回のこのメープルも思いますけど、この山城にしか残せないものってマジであるなっていう自信を得たわけですよ。本当に地元の人たちも全然このメープルシロップ作れること知らなかったですし、なんていうの、そういう人と繋がっていく、残していく力があるっていう自信を得たので、これからはいろいろ、もっとそういうのを好き放題やっていこうかなと。以上、山城でした。もいもい。うわ、これ食べないでもう一生置いておきたいね。さあ、0分でよ。